はい、TA07 の話なんですけど、今回はそもそもじゃあ TA07 の特徴っていうものをもう一回おさらいしようかなと思います。TA07 は、ご存知の通りシングルベルトの車ですので、例えば419の XR ですけど、こういった車はここにスパーギアがあって、前のベルト、後ろのベルトという2つのベルトで、駆動するという状態ですけど、TA07 になるとこれが1本のベルトでつながってるっていうものですね。1本のベルトで後ろの駆動もするし、前の駆動もするっていう状態です。じゃあこの2つが何が違うのかっていうと、ベルト、モーターが回った後、その駆動をかけるまでのタイミングっていうところが大きく変わってきます。まずモーターが、回すのは、モーター自身はピニオンギアがついているので、ピニオンギアをこの反時計回りに回します。そうするとモーターがピニオンギアが反時計回りに回るので、スパーギアが時計回りに回ります。スパーギアが時計回りに回ると、このセンタープーリーが同じく時計回りに回ってベルトを引っ張るわけですね。ベルトを引っ張ります。そのベルトを引っ張ることによって後ろのプーリーが引っ張られて駆動すると。これがまず簡単なその力の伝達経路になります。これは2ベルトの例えば419とか、今でしたら420も同様で、ここにモーターがつくわけですけど、モーターについているピニオンギアが反時計回りに回ってスパーギアが時計回りに回ると。そして、スパーギアについているセンタープーリーがベルトをそれぞれ駆動して、そのベルトが前後のデフを駆動するということになるので、大まかな構造としては共通になります。ただ、419とか420っていう車の場合は、スパーギアがセンタープーリーを回して、ベルトを駆動させた後、実際に、デフが、フロントでしたらダイレクトだったり、リアはギアデフだったりするわけですけど、これらを回し始めるタイミングっていうのは前後のベルトで時間、タイミングが違ってきます。それはなぜかっていうと、ベルトの長さが違うからなんですね。ベルトの長さが違うと、このベルトを引っ張らないと、引っ張って伸びきったところから初めてデフを駆動することになるので、この後ろのベルトが短い、フロントのベルトが長い状態だと、当然同じタイミングで、スパーギアはセンタープーリーを駆動し始めるので、伸ばしきる、ベルトを伸ばしきるまでの時間っていうのがかかる力が一定ですから、リアのベルトの方が短いので早く伸びきってリアのデフを最初に駆動しようとすると。フロントのベルトは伸びきるまでに時間がかかるので、リアに比べてフロントのプーリーを駆動するまでの時間がかかるんですね。それがこのベルトの駆動っていうものに対して時間的な遅れがあるっていう状態にあります。これは当然 TA07 のシングルベルトでも同じようなことが起こるんですけど、このセンタープーリーが1つしかなくて1本のベルトで回すので、まずこのトルクの伝達経路、力がかかる順番っていうのはもう一律で TA07 の場合は決まってしまいます。スパーギアはセンタープーリーを回す、センタープーリーはベルトを引っ張ると。で最初にこの区間のベルトを引っ張ってリアのデフを回転させます。でこのリアのベルトがリアのデフが回転したことによってこの下側のフロントまで通っているベルト、今度はこいつを引っ張るわけですね。で今度はこれを引っ張ってこれが伸びきった後初めてフロントのデフが駆動するという順番になります。これは
2つのベルトの場合には、現実ちょっとありえないんですけど、極端な例でいくと、フロントとリアのベルトが長さが逆になった場合、例えば短い方をフロント、長い方をリアとして考えたときには、ベルトの張るタイミングっていうのが前後で逆になるので、まずはフロントのベルトを張ってフロントから駆動する。その後リアが駆動するっていうふうに調整ができたりします。これはベルトの長さを変えるとか、テンションを変えることで調整が可能なんですけども、このシングルベルトの TA07 の場合は、この調整が効きません。ベルトが張るタイミング、張り切るまでの時間っていうのは調整することはできますけども、ここが張ってリアのドライブが始まって、そしてフロントに向けてのベルトが張ってフロントが駆動するっていうこの順番自体は変えようがないので、必ずリアから駆動が始まってその後にフロントが駆動するっていう、これはもう構造的な特徴がこの車にはあります。でこの構造的な特徴っていうものをどう生かすかとか理解するかによって車の持っていき方が変わっていくっていうふうに理解をしています。これはシャフトドライブの車でも基本的には同じ概念になりまして、シャフトドライブの車の場合は、スパーギアの後に前後のタイヤを結ぶためのユニバーサルジョイントだったりとかジョイントカップがいるので、そのジョイントカップのガタとかギアのバックラッシュとかそういったもので前後のタイミングが変わってくると、同じ調整をすれば前後のタイミングっていうのは全く同じに揃えることもできるし、そういったものを崩すことによって、例えばベルト駆動と同じくリアからトルクを伝達させてフロントに伝えるという順番を変えると、こういったことも可能になってきます。これがどういったふうに車体の動きに影響していくかっていうのはまた別の機会に話すことがあったらお話ししようかなと思いますけども、こういった構造的な部分があるよっていうことをご紹介しました。はい、今回は以上です。